空音の見えない世界のお話。こんにちは、空音和美です。以前、この世のものはすべてが周波数で成り立っていて、それを波動と呼び、それはつまりエネルギーなんだっていうことをちらっと話したと思うんですけれど、思考もエネルギーだということがよく分かった私の体験のお話をします。前のお話で私が金融機関にパートで勤めていた時の結束期のお話をしたんですけれど、またその金融機関で起きたお話をしたいと思います。その金融機関ではね、ちょっと本当ここではね言えないようなこととかもあったりして、本当ねいろんなことが起きたんですけれど、話を戻しますね。ほぼ毎日使ってたドリルが2本ついた穴開けの機械があったんですけど、ある時ね、いつものように使ってたら、そのドリルの1本が真ん中からねポキンって折れちゃったっていうことがあったんですよ。でそれも仕方ないから交換してもらいたいとね上司に伝えたんですね。でもね、その上司はねちょっとひねくれた性格なのは知ってたんですけど、案の定ね、私が無理やりやって壊したんだろうとか言い出すんですよ。でね、もともとドライバーと同じようなものだから、むしろどうやって壊すんですかって、普通に使ってて折れたのでね、私もなんでなのってねちょっと不思議ではあったんですけど、でもね、それを伝えてもね全く理解してもらえなくって、私が壊したんだろうってずっと言い続けるんですよ、その上司。もうその日もね気分悪く、もうねその理不尽さにねかなりね怒ってたんですけど、次の日になってその上司がね、またね折れた部分を注文するから実際どうやって折れたか見せてくれって言うんですよ。私はね、これこれこうでこうなりましたってことを再現したんですけど、もちろんね特別なことは何にもなくって、いつものやり方の通りでこうなったと。そこでもねその上司はね無理やりやったんだろうとかね、またあれこれ言い出したんですよ。でもね、そんなこと構造的にもそうはならないっていうのはね、上司も頭で分かってたとは思うんですけど、結局ねやっぱり誰かが悪いようにしないと収まらなかったんだと思うんですね。それで私のやり方が悪かったんだろうって言って終わったんですよ。ね、でもね、もう私も自分の席に戻ったんですけど、怒りが収まんなくて、もうその時にね自分の言いたいことの半分も言えてなかったっていうのもあったんですけど、もう考えれば考えるほど理不尽で、もう悔しいやら悲しいやらで、もう怒りがねどんどん込み上げてきて、で言いたかったこととかもねもうね頭の中でねどんどん渦巻くんですよ。でもうね本当にねもうね頭いっぱいにねもう怒りがなった時に、許せないってマックスになった時にバンですっごい音がして、はっって我に返ったんですよね。でそれと同時にね、私の怒りもパーンって飛んでなくなっちゃったんですけど、で気づいたらねお店の電気が消えて真っ暗になってて、みんながねどんどん騒ぎ出して、何が起きたんだろうって。で見たらね停電になってたんですよ。だからお店の機械も全部動かなくなって、3時の閉店前のね2時40分くらいだったと思うんですけれど、もういろいろ慌ただしい時間ですよ。そんな時間にね機械が動かなくなるなんてありえないことなんですけど、もうだから本当に大騒ぎになっちゃって。でもね冷静にね見てみると、お店の前に交差点があるんですけど、信号はねついてるんですよ。で向かいのお店もね電気がちゃんとついててやってるんですよね。であれ、この店だけかなってちょっと思い始めて、そしたらあの上司がね慌てて本部に確認して、停電はやっぱりねこの店だけだって言うんですよ。近隣でね停電してるのはねどこにもないって。へーってね、それで非常用の電源にすぐ切り替えて、閉店のね3時には無事事なきを得たんですけど、でもねこの店だけだって聞いた時に、もしかしてこれ私のエネルギーなのって、いやでもそんなことはありえないっては思ったんですけど、でもねすごい怒りのパワーだったっていうのは自覚していたので、もしかしたら本当に私の怒りが影響したのかもと思って怖くなりました。言霊っていう言葉もねあるように、やっぱり言葉にもねエネルギーがあります。実際心配っていう時の心のエネルギーは重く感じるけど、大丈夫っていうエネルギーはね軽く感じますよね。だから許せないっていう言葉と怒りのエネルギーのパワーでどんどん膨らんで、
っぱね、弾けないと我に返れなかったっていうのもね、事実だと私は思うんですね。あのまま行ったらきっとね、自分の血管切れてたかなと思うんですけど、だからそんなことあるはずないって思えるようなこの出来事も、私にはね、思考もエネルギーだから、いいも悪いも少なからず影響するんだっていういい教訓になりましたという出来事でした。次のお話は見えない世界とはちょっとずれたお話かもしれないんですけど、予知したかもしれないっていう体験のお話です。いつも行くね、ガソリンスタンドである時ね、冬タイヤのキャンペーンかなんかをやっていて、その景品でね、くじ引きをやってたんですよ。で、私はね、ガソリン入れただけなんですけど、今日からくじ始まりましたからお客様どうぞって言われて、あらラッキーと思ってね、で1等はね、B フィットだったんですよ。その頃ね、出始めでね、うちの息子がすんごい欲しがってたんですよ。で、まあ、それは良かったんですけど、まあでもね、そのくじ引きはね、初日で多分引くのも私が初めてだったと思うんですよね。それで4人もね、そこに立って、もうなんかみんなね、手ぐすね引いて待ってるぞみたいな感じもね、してたんですね。それで、まあ、くじ引きの場所まで2メートルくらいかな。歩くその間にね、ふとね、一等ですおめでとうございますってね、言われた映像がね、浮かんだんですよ。嘘まさかって思ってね。で、私そんなにくじ運いいわけでもないんで、まあでもそうだったら嬉しいななんて思いながらね、引いたんですね。で、何も考えずに引いたんですけど、本当に一等出ちゃったんですよ。で、そこの人たちもみんなびっくりしてね、絶句しちゃって。端っこにいた女の人がね、ものすごい迷惑そうな顔して、これどうすんの、一等出ちゃったじゃんって言ってるのが聞こえるんですよね。だって初日からね、もう目玉なくなっちゃいましたもんね。もうでもね、一人の人が顔引きつりながら「おめでとうございます」って言ってくださったんですよ。当たった以上おめでとうって言わないとねって思ったと思うんですけど、それで残りの3人の方もね、仕方なくおめでとうございますって言ってくださったんですけど、全員顔が引きつってんですよ。だからね、もう申し訳なくて申し訳なくてね、お姉さんは仏頂面だし、で、それで家に帰って何気なくウィフィットを出したら、息子は狂喜乱舞したのは言うまでもありませんっていうような出来事がありました。ということで今日の話はこれで終わります。それではまた。